standing in my closet, can't make up my mind. 皆さんこんにちは。お元気ですか？今日は夏の薄い綿生地で洋服を作った余りの布でポシェットを作ってみようかなと思います。これは材料なんですけど、とても薄い綿生地なんですけど、ちょうど40センチぐらい四方の生地が余りましたので、これを利用してみたいなと思っています。まずこれは以前スカートのポケットに使っていたものなんですけれども、こういうちょっとした柄のついたものが結構好きで、これだけほどいて取っといたものをポッケに使ってみたいなと思います。それと布が薄いので接着芯を裏に貼って少し補強したいなと思いますので、これも40センチ四方のものをカットして後でアイロンで接着します。最後にこれはポシェットで肩にかけるベルトなんですけど、家で使っていたものを使用してみたいなと思います。今日はアイロンとそれから直線縫いのミシンを使いますので、頑張ってみようかなと。どんなものができるか自分でも分かってないんですけども、先日街で見かけたポシェットがなんかとても可愛らしかったので、ちょっと真似してみたいなと思います。それではまず40センチ、大きくても小さくてもいいと思いますけど、今ここには40センチ四方しか切りが余っておりませんので、これを使用します。まず2枚用意してください。裏面に接着芯を貼って補強したいと思います。これはアイロンで接着できますので、アイロンの高温を用意します。裏に使う布も今日はあったからこれを使うんですけど、また全然違う柄物だとか色違いで裏布をちらっと見せると、またそれはそれで素敵だと思いますので、お手元にある布ですとかいい布がありましたら使用したらいいかなと思います。まずここに接着芯を入れますね。これでちょっと補強します。すごく夏用の生地で薄いですので、そうでなくても袋なんかにはだいたい接着芯で補強すると思うんですよね。それではアイロンで接着していきますね。本当はアイロン台使わないといけないんですけど、ここでやっちゃいます。しっかり押さえて貼り付けてください。私はもう物は増やさないようにと思って、今まで家にあるものをなるべくリサイクルして何かに作り直して物を減らしていこうかなと思っています。なかなか物が捨てられない時代の年齢ですので、ひょっとしたらご理解いただけるかなと思います。いいものができるとすごく嬉しいですし、やったーっていう感じになりますね。だいたい家での生活なんかにもそう、料理にしてもそうなんですけど、私はいい加減がちょうどいい加減っていうふうに思うようにして自分で納得させて生活しています。はい、結構しっかりついたと思います。これでこういう長方形になりますので、とりあえず重心を見まして、これがちょうど以前ポケットに使ってたところですので、これを外側にポケットとして使用できたらなと思いまして使ってみます。そうですね、こんな感じでいきましょうか。ここは底の部分になりますので、もうだいたい目分量ですけど、1センチぐらいで縫い合わせていきます。これをまずポッケを先に中でなくて外側につけようと思っておりますので、ここでポッケの準備をして、裏側には接着芯はつけません。これも筒状にして、一応ここはミシンで縫いたいんですけれども、どんなものができるかちょっと楽しみですけど、どうでしょうね。これは裏にも毛があるといいかなと思うんですけど、ちょっと今回は生地が薄いのでやめときましょう。はい、それでは外にこれのポケットが来るように縫っていきます。ミシンでやった方が早いですし、手だとちょっと丈夫にできないので、ただ直線に縫うだけですので、頭の中でイメージはあるんですけど、実際に
どういう風になっていくのかあまり自信はないんですけど、とりあえずやってみましょう。失敗したらごめんなさい。多分綺麗な柄のものでも作っても可愛らしくなるんじゃないでしょうか。いいと思います。簡単洋服も本当にいつも言ってるように自己流なんですけど、簡単な洋服は結構作ります。それの切れが結構余りますので、それを利用して小さなものを作ったりするのが結構好きですね。いい加減と言ったらいい加減なんですけど、一応ポッケをつけました。それで、あとはここを筒状に中表にしながら筒に縫っていきます。どんなものがねできますやら。どうしてもちょっと地味めな色目に洋服はなってしまって似たような布なんですけど、筒状に縫っていきます。縫い代はだいたい1センチぐらいですね。だいたいどれも洋服もそうですけど、だいたい1センチぐらいで縫ってます。ナスがまっすぐピチッとしてないからどんな風になっていますかしらね。ちょっと不安ですけど、今横の部分を縫ってます。ここでちょっと底ですね。袋の底部分になります。ここをちょっと縫っていきます。こんなん出来上がりはどうなんでしょうかね。ちょっと不安ですね。お見せできないかもしれません。ここでまた横を縫います。どうでしょうね。今回は切れがもうこれしかございませんので、もうやれることは決まってますので、あまり手の込んだことはできません。はい、とりあえず表の部分ができました。どうでしょうか。裏の部分も同じように縫っていきます。表と一緒ぐらいで、1センチぐらいで枠をまっすぐ縫っていきます。時々やっぱり失敗したりいろいろなんですけど、それはそれでまた次回はその失敗を参考に頑張ってみようと思いますので、それはそれでいいですよね。これも表と一緒に同じように底の部分ですね。これも、縫っていきます。ここも縫っていきます。同じ長さで大きさで筒状に2枚を縫っていきます。うまく縫っていくといいんだけど、これで編んできましたね。そうしましたら、この端は今回はもうマチも入れませんのでね。マチは小さいからもうマチなしです。こんな感じでできました。いのでこれはこんなあれではいけませんね。表はこんな感じです。裏も同じように縫いましたけども、裏はそのままひっくり返さないで入れます。この脇を縫ったところをちょっと合わせて、そうしますとこのように筒状のものが表と裏が合わさってできました。はい、どうでしょう。どんなものができるんですかね。とにかく簡単でやりたいと思いますので、ちょっと長めなのでこういう折るような感じのものにしたいので、少し切った方がいいですね。1センチほどカットしましょう。あとはここをちょっと折り曲げたいので、約10センチ上から10センチぐらいのところで肩紐をかけるところがありますので、紐通しをしたいと思います。本当は布で紐をつけたらいいんですけど、紐だとめんどくさいので、靴紐がありましたので、それを利用してみたいと思います。この紐は10センチぐらいの長さですね。その紐をここで後でミシンでちょっと留めたいと思います。こんな感じでここに入れ込んでみます。それでここで留めましょう。こちらも同じように補強しときます。こんなもんでしょうかね。はい、ここで留めましょう。こんなんでいいですよね。
はい、こんな感じです。それでここをこうやって折って、ここに紐で肩紐をつけようかと思います。ちょっと長細いバッグになりそうですね。ジグザグで縫いましょう。周りをこれは後で縫い込みますので、とりあえずジグザグにして、あまり厚いとね、もうちょっとミシンの針が折れるといけませんので、これでだいたい何センチできましたかね。14センチ。だいたいいいですね。三つ折りの方が見た目は綺麗だと思いますね。これはあくまでもちょっとゴワゴワしすぎでした。これは今裏に折り返して縫っているところです。本当は三つ折りが綺麗だと思いますけど、もうすぐ出来上がるんですけど、さてどうなっておりますやら。大枠のところはミシンで、直線で筒状のものを作りましたので、これから最後の方の仕上げに入りたいと思います。はい、ミシンで、一応輪の部分は留めましたので、折り曲げてここにボタンをつけようと思います。これは手でつけますので、今回は小さなものでしたけど、お手本がないのでなかなか難しい。反省としては布が接着芯が少し硬めだったので、もう少し柔らかめのものを使った方が、物が小さいからミシンがかけにくいですよね。だからそこはちょっと反省でしたね。これで一応ボタン留めをしていけますでしょうかね。ちょっと普通のポシェットと違って形は長方形で、使いやすいかどうかは別としてちょっと面白いかもしれません。本当は中にもポッケがあるといいんですけど、今回はちょっと小さくて縫いにくいのでポッケはつけませんでした。これで一応出来上がり、形としては出来上がりです。アイロンをちょっとかけて形を整えたいと思います。最後に肩紐をかけて出来上がりです。体にかけた場合どういう風な感じになるのか、それがちょっと不安でもあるし楽しみでもあります。これはなかなかこのポッケのこれを生かしたのはなかなかこのバッグとしては一応インパクトがありますね。それではちょっとアイロンをかけてみます。切れ自体が色が地味なので、こういうインパクトのあるものをワンポイントに置くととてもなんかおしゃれっていうか粋な感じがします。私はそういうものが結構好きなので、こういう布は切って取ってをいつも置いてありますので、何かの時にちょっとワンポイントで使いたいなと思ってよく使っております。はい、これで一応完成です。ポッケのところに一応つけてみました。既製品の肩紐がありますので、これは違うバッグにつけといたもので、取り外してこういうものにも利用できますので、一つあると結構便利だと思います。500円前後で売ってますから、結構利用価値はあると思いますね。はい、これで出来上がりました。この見た感じだけではこんな感じです。どうでしょうか。ちょっと写真を撮ってみたいと思います。個性的なバッグができましたね。だいたいバッグは横長が多いんですけど、ちょっと縦長のバッグもおしゃれだと思いますよ。使いやすいかどうかは別物です。どうでしょう。今回のベスト、一応古布で出来上がりました。前の柄と後ろはちょっと違うんですけれども、それがまたいいと思うんですね。どうでしょうか。